でどうやって防いでいるかというと、ここですね。葉の表面にクチクラという、ろうのような物質をこうずーっとこう表面にかぶせているわけですね。このろうのような物質が表面に非常に強くかぶって、薄くかぶって、そうすると葉っぱのこう細胞の凸凹がなくなってね、もうこういう細胞と細胞の間にもこう入り込んでますが、表面は非常に滑らかになっている。そうすると、例えば椿の葉っぱを太陽にさらしてみると、なんかこう反射するような感じになってきますね。それはこのクチクラの表面が非常に滑らかな時なんですね。例えば月桂樹、あれはヨーロッパの特に地中海地方の木ですが、月桂樹とかあるいはオリーブ、ああいう木はですね、葉っぱは椿みたいに光ることないですね。実は地中海地方は特に夏の間ほとんど雨が降らないで、一日中強い日差しが降り注ぎます。それが4月から9月までの約半年間も続くわけですね。でそういうところではですね、非常に強い乾燥と強い日射にさらされますから、このクチクラがですね、もっと熱くなってるわけですね。もっと熱くなって、しかもこう凸凹をしてるわけです。非常に滑らかな時は、鏡みたいに反射しますが、凸凹してるとすりガラスと同じですね。ですりガラスみたいになってますから、ちょうどこう葉っぱがですね、の表面がこうデコボしてすりガラスみたいになってる。しかもそれが厚いですね。だから月桂樹の葉っぱは硬くて、それで表面も滑らかではない。こういう葉っぱは乾燥に強い。日本の常緑樹、特にカシとか椿とかそういう木はですね、こうしょっちゅう雨が降りますよね。そして雪が降って葉っぱに積もる。葉っぱに雪が積もって、でそのまま夜間凍ったりすると、葉っぱと細胞の間に何もなければ水はこっちに染み込んで、その染み込んだ水が夜凍ると細胞まで凍ってしまうということになります。ここに薄いクチクラの層があると、それがですね、水を完全に遮断してくれますから、葉っぱは凍らない。凍らない工夫は他にもしてるわけですが、でもう一つ重要なことは、葉っぱがですね、濡れにくくしている。例えば雨が降りますね。そうすると葉っぱに含まれていろんな養分が雨と一緒にどんどん流れていってしまうということがあるわけですね。特にカリウムという肥料成分はとても葉っぱから逃げやすい。それをクチクラが表面を覆うことによって、例えばガラス、非常に滑らかなガラスの上にパッとこう水をかけてもスッとこう水は抜けてしまいます。ところがすりガラスにやると、いつまでたってもガラスは濡れた状態になりますね。乾燥したところの常緑広葉樹の葉っぱはクチクラ厚くして、しかも光がね、紫外線がこうまっすぐいかないでこう複雑に反射させて中に影響を与えない、しかも厚さもたっぷりあるということで紫外線の害を防いでますが、さらに雨が降った時に濡れやすくしてるわけですね。日本の常緑広葉樹は濡れにくくしてる。地中海の常緑広葉樹は濡れやすくしてると。で乾燥に耐える。